いらんからくて。今回は人気コミックゴールデンカムイの登場人物のモデル紹介パート2。前回の紹介を見てない人はぜひに見てほしいぞ。よし、最初の紹介は主の推し恋と音の新少尉。12月23日生まれ、推定22歳。父が海軍の司令官というエリート美男子。鶴見中尉に浸水していて、ブロマイド代わりの写真を肌身離さず持ち歩いている。驚異的な脚力や軽技の天才と称されるほどの高い身体能力を持つ。キャッチコキーは薩摩の貴公子。そんな主の推し恋と少尉のモデルは恋と行一。恋と行一中将は1891年愛媛県松山市に生まれる。しかし作中の恋と少尉とは共通点が少ないため、現時点では名前のみの借用であると思われる。参謀本部付勤務などを経て大佐に昇進し、第77連隊長として日中戦争に従軍する。その後陸軍中将まで進み、北海道の第7師団長になったんだ。家長加納。札幌世界ホテルの女将を務める高齢の男性。もともとはお医者さんであり、また背中に入れ墨を持つ脱獄囚の一人、家長親信という男性。動物同時を効率的に行うために用意した殺人ホテルにて多くの魅力的な人物を食し、今の外見となった。怖えやつだぞ。その怖え家長加納のモデルは犯罪者ハーマン・ウェブスター・マジェット。ハーマンは偽名としてドクター・ヘンリー・ハワード・ホームズの名前を使っていたぞ。彼はシカゴ万博開催に沸く中、いくつもの建築業者に施工を依頼。迷路のようなホテルを作り上げ殺人に及んでいたんだ。彼が建築したザ・ワールズフェアホテルの構造が家長加納が潜伏していた札幌世界ホテルに取り入れられているそう。彼は若返りのためのカニバリズムは行ってはいないから、他にもモデルがいるかもしれないぞ。ソフィア・ゴールデンハンド。帝政を打倒し、ロシアの近代化のために戦う反政府組織の女性リーダー。皇帝暗殺の容疑で監獄に幽閉されていたんだ。作中屈指の強靭な肉体を持つ。若い頃と作中現在でおよそ同一人物と思えないほど変貌した人物。そんなソフィアのモデルは2人いるぞ。皇帝アレクサンドル2世の暗殺事件の首謀者ソフィア・ペロフスカヤ。20代の女性でありながら反政府組織のリーダーだった。ロシア史上テロなどの政治的な裁判により処刑された最初の女性。ペテルスブルグ屈指の名家の出身だぞ。泥棒の女王と言われたソフィア・ブリユブシュテイン。ロシア史上最も長いキャリアを誇ったプロの大胆不敵な詐欺師。黄金の手のソーニャの異名で有名だったぞ。彼女はそのキャリアを通じ、ロシアのほとんど全ての宝石店から盗んだ。その人生は最後まで劇的だったんだ。土井新蔵。ちょっと紹介の前に言わせてもらうぞ。登場人物ちょいでの若い頃の声優。ちょいとしかでなくても豪華すぎん。興奮したぞ、すまん。土井新蔵。その名は偽名であり、彼
つては天皇攘夷運動に傾倒し幕末の京都で要人暗殺に手を染め人斬り陽一郎と名を馳せた剣豪。土方歳三や長倉新八とは面識があり、一見するとヨボヨボの老人。殺し屋から足を洗った後は北海道に流れ着き、根室でアイヌの女性と結婚して余生を過ごしていたんだ。認知症のような症状はあるものの、名を轟かしていた剣客の腕前は健在。そんな哀愁の強い土井新蔵のモデルは岡大蔵。幕末四大人斬りの一人、人斬り蔵として恐れられたんだ。武智随山に命ぜられるままに暗殺を行う。しかしながらその名は後に名簿から削られた。剣の際は非凡ながらも幕がなかったため、暗殺の道具のように使われたとも言われているんだ。一時は坂本龍馬の紹介で勝海舟の護衛を務めた。勝海舟が京の夜道で刺客に襲われた時、伊蔵がそれを救っているんだ。最後は武智のために命あらばと多くの人を切ってきたのに裏切られる。伊蔵は自世の句を残している。君がため尽くす心は水の泡消えにし、あとは澄み渡る空。切ないよね。長倉新八。土方歳三と共にアイヌの隠し金塊を狙う老剣士。幕末の頃は新選組に番隊隊長として活躍し、新選組最強の剣士と呼ばれたほどの剣の達人。その異名通り、数多の強敵をその剣術で打ち倒していった。剣豪から狸じじいまで幅広い魅力を放っている。もしも土方歳三が生きていたらの設定だから彼ももしもな感じがいい味出してるぞ。実際の長倉新八は新選組幹部メンバーの中でわずかに幕末を生き残った剣士。有名な沖田総司をしのいで、実は新選組最強だったとも言われる人物。長倉新八が70代になってから小樽新聞の取材を受けて新選組の思い出を語った連載記事がある。それを一冊にまとめた本が新選組天末記。昔は近藤勇の友達、今は小樽に楽隠居という長倉新八の紹介から始まるんだ。仲間との出会い、新選組の誕生、戦いのシーンなどが生き生きとまとめられた貴重な記録だぞ。読みたくはないけど誰か読んで説明してくれ。そんなこんなで紹介するにはヤバすぎる登場人物が多すぎるゴールデンカムイ。見たことない人も勇気を出して見てみてね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ。